一方、街全体で行動観察を取り入れた温泉街。客を呼ぶための国内初の最先端システム。その威力とは。その地域でお金を落としやすくなる。今日は、お台場にやってきました。産業技術総合研究所といいまして、ここでは行動観察の研究が行われているそうです。天井高いな。ひっそりと静まり返ってますけど、すごい建物ですね。ちょっと秘密めいた感じですけど。どうぞどうぞこちらへ。これですか。はい、どうぞおかけください。どうもありがとうございます。これは何の映像なんですか。これはですね、はい、人間行動の観察といったら、例えばこういう技術を言うんですが、ある展示会の、こちらの方がどういうところを通っているのかというのを電子的に撮って、そして地図上にその移動の軌跡を書いて、でそこから逆にこの人が見てるであろうシーンを再現したものなんですね。ああ、なるほど。何を見て何の情報を得ながらどういう経路をたどってるかっていうことがそういうことです。分かるわけですか。はい、どういうところによく目線がいってるのかとか、ここには行きにくい、曲がりにくい、そういったことが分かるようになります。でこちらの方が、温泉旅館の中で中井さんがその一日どういうふうに動いたのかというのが分かるんです。すごい。これはもう経路ですか。この歩いた。そうです。多くの中井さんが皆さんどこを歩いてるのかということがこう合わせて見ることができますね。それは一体何が分かるわけですか。はい、これでですね、例えばいろいろ動いているこの経路を見ることで、動線が良くなって早く配膳できるとか、そういったサービスの改善につながっていきますし、それから新人の中井さんとベテランの中井さんでどういうふうに違うのかな、教育に役に立ってます。の人と経験してる人とやっぱりまだ始めたばかりの人っていう差が明確に分かるっていう。いろいろあります。自分がどういう道順で行けばいいのかっていうこともベテランの人は無意識にやるんですけど、無意識でしょうね。新人の方はなかなかそうはいかなくて。そうですね。なるほど、こういう研究なんですか。でもこれがやっぱ大いにそのビジネスシーンでは役立っていく。おそらくこういう調査をすることによってちょっと変えるだけで随分多くの人たちが気がついて、こんな風にみんなが立ち寄ってくれるんだなんていうことをいろいろ検証することができるはずなんですね。行動観察、これにどんな可能性があるのだろうか。兵庫県城崎温泉。日本海に面した1300年の歴史ある温泉です。7カ所ある外湯巡りが名物。城崎は浴衣の似合う町と言われ、年間75万人余りが訪れます。文豪志賀直哉が愛した宿三木屋。築84年の建物でございまして、階段が非常に急でございます。ご不便をおかけいたします。今日ちょっと空いてました。10代目のご主人、客を案内するやこんな説明を始めました。こちら見ていただきましたら、ユメパが使えるお店とありますが、この40店舗ぐらいお店があるんですが、こちらのお店でこのバーコードでお買い物ができると。ユメパは去年11月に導入されたバーコード付きのカードです。これさえ持っていれば7つの外湯を自由に利用できます。ユメパを開発したのは先ほど江口さんが訪ねた産業技術総合研究所の山本さん。城崎温泉でユメパを使ってある実験を続けていました。午後8時過ぎ、三木屋の宿泊客が街中に散策に出かけていきます。同じ時刻、東京では山本さんが研究所で
パソコンを見つめていました。一組のカップルが宿を出て行きます。最初に立ち寄ったのは土産物屋。そこでラムネを買ったカップル。ここでも夢パン。実は付け払いで買い物をする機能もついています。ありがとうございました。次にカップルが立ち寄ったのは酒屋さん。ここで買ったのは地ビール。このカップルの動きが東京の山本さんにも分かるのです。20号の泊まられてる2人おられて、1人は坂本屋酒店で、1人は丸三物産さんで何か購入されていることが分かります。まだこのお客様はお風呂には入っておられないようなので、男女は不明ということになりますね。ただ想像ですけど、1人はお酒を買って1人はジュースを買ったと可能性はあります。宿泊客が夢パを利用すると、その履歴が情報としてデータベースに蓄積されます。それを使って街で客がどう動いたのか分析することができるのです。情報は個人を特定できないようプライバシーに配慮しています。宿にも宿泊客の情報がすぐ送られてきます。来ました。これがこういう感じで、これは今から9分前に使われてますね。歩いて5分ぐらいのと、まもなく帰ってこられると思います。しかし旅館での夢パのデータ利用はまだ夕食の時間を調整するなどにとどまっていました。夢パのように街全体で共通のインフラが導入されていると、他の店や他のサービス、今までとは考えられなかったような遠いところの店ともそのサービスを連携させることができる。城崎は昔から街全体を一つの大きな宿と見立てて客をもてなしてきました。一軒一軒の経営規模が小さく、顔の見える関係なのが強みです。若手のリーダー格芹沢さん、夢パをさらに活用して城崎を盛り上げたいと考えていました。旅館なり、それぞれの商店さんのいわゆる団結力というか、協力し合って一つになって街づくりを進めていこう、城崎を良くしていこう、お客様のために、頑張っていこう。夢パを運営する城崎この先100年委員会。旅館や商店など業種の枠を超え、若手の経営者たちが結集したのです。日本海の松葉ガニと温泉目当てで冬場は多くの客が訪れる城崎。しかし春から秋にかけては客足が伸び悩みます。この4年間でおよそ14万人も減少していました。宿の若旦那たちは何とかしようと自らご当地ヒーローになってイベントまで開催。やる気満々ですが、夢パで城崎を科学的に分析すると意外な事実が。飲食店が一番忙しくなるべき時間帯にほとんど街に人がいないと。観光客の減少に悩む城崎温泉。新しいシステム夢パの活用策が話し合われていました。今まではなんとか機械を入れてお客さんに知ってもらうと一番ベーシックなことだけやったけど、それだけじゃないんだと。で自分らのやりたいことに対して
これをこんな風に使いたいあんな風に使いたいみたいな話がどんどん出だして、山本さんの方に要望がねどんどんいくような格好をもうそろそろ作っていかんと。無駄なイベントってもな金使うばっかりだもんな。これまでは経験と勘だけが頼りでした。ユメパの導入から10ヶ月、東京の産業技術総合研究所では山本さんが客の分析を進める中、城崎の課題を発見していました。どういう時間帯に街で、外湯巡りを楽しまれている人たちが多かったかというのを示しているグラフなんですね。10時のチェックアウトから3時のチェックインの時間まで街に観光客がいなくなってしまうのです。ちょうどお昼のですね、飲食店が一番その忙しくなるべき時間帯にほとんど街に人がいないというのが、この図で分かります。実際にその時間に城崎を歩くと確かに人通りがありません。商店も一部の外湯も閉まっていました。ユメパのデータによって分かった事実です。サービス産業もやっぱりちゃんとその投資をして、データに基づいて判断をしたり、いろんなその政策を考えたりするという流れを作っていかないと、いつまでも勘と経験に頼っているだけでは生産性を上げることがなかなか難しいだろうと。この日、城崎では旅行業者や旅雑誌の関係者を招待してツアーが行われていました。はい、どうぞ。引率するのは若手のリーダー格芹沢さんです。1300年の歴史ある温泉で生まれた新しいシステムをアピールします。実際体験していただこう、そして城崎の良さを知っていただいて、お客様に進めてくださいという。参加者全員にユメパを配りました。他の温泉街にはない新しいサービスを体験してもらいます。その地域でお金を落としやすくなるっていう部分では、お土産を買ったりとかいろんなものっていうのは気軽な感じがして。芹沢さんたち若手はこれから観光客をどう呼び込むか、近々具体的なプランを練り上げる予定です。老舗温泉街が再生の一歩を踏み出します。もうユメパを通じて、やっぱりそこに心も通じ合ってるみたいなところは、昔から変わらず、これからも続いていくと思うんです。古いものを大事にしながら新しいものにチャレンジしていくという、それが城崎の人たちの気持ちだと思いますね。消費者の行動を細かく分析して新たなサービスや商品を生み出していく。これからどんなものが私たちの行動から生まれてくるのか、非常に興味深いものがあります。こうした動きは日本だけではなく世界にも広がっていきそうです。